どうも、日本語で喋りましょうの岡堂です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は僕が最近ハマってる料理について話したいと思います。で、今日はその中でも3つ紹介したいと思うんですけど、まず1つ目の料理は納豆キムチです。もうこれは名前そのままの料理なんですけど、納豆の上にキムチを乗せて食べる料理です。で、僕納豆はもともとものすごい好きなんですよ。多分僕が好きな食べ物ランキングがあったら、納豆は絶対にトップ5には入ってると思います。そのぐらい納豆が好きなんです。で、そうですね、納豆は多分ほとんど毎日食べると思います。毎日はちょっと言い過ぎかもしれませんけど、本当に2日に1回ぐらい納豆を食べるし、大抵そうですね、常に納豆は冷蔵庫の中に入っています。で、キムチも僕大好きなんですよ。で、キムチって言ってもいろんな種類のキムチがあると思います。その中でも僕はあんまり辛すぎないキムチが好きですね。辛いのが好きな人はものすごい辛いキムチとか、多分韓国の本場のキムチとかが好きなんだと思いますけど、僕はちょっとそれだと辛すぎるので、ちょっと優しめの辛さのキムチを普段は食べてます。で、これ結構日本の中でも割と人気な料理だと思うので、日本人の中でも納豆キムチが好きな人はたくさんいると思います。で、大抵これを僕は朝ごはんに食べるんですけど、ものすごい発酵食品、納豆もキムチも発酵食品なので体にいいと思うんですけど、ただ結構匂いが強いんですよね。納豆も匂いが強いし、キムチも結構匂いが強いですよね。なので僕はね、リモートワークで大抵家で仕事をしていて、あんまりね、人に会わないので匂いは気にしないんですけど、人と会う予定がある人とかはちょっとこれを食べるのはタイミングに気をつけた方がいいですね。例えばデートがある、彼女とデートがあるとかっていう時に納豆キムチを食べてからデートに行くとちょっと匂いがきついかもしれません。で、僕もね、もちろん、食べた後に人と会わなきゃいけない時があります。そういう時は僕は納豆キムチを食べた後にリンゴを食べるようにしてます。リンゴって結構そういう強い匂いを消してくれる効果があるみたいなんですよ。ちょっとインターネットで調べたので本当かどうかわからないんですけど、そういう匂いが強い食べ物を食べた後にリンゴを食べるのは効果的らしいので、皆さんもぜひ納豆キムチを試してみて、その後リンゴも一緒に食べてみてください。リンゴはね、匂いも消せるし、体にもいいし、一石二鳥だと思います。で、二つ目、次の僕が最近ハマってる料理は麻婆豆腐です。皆さんも結構知ってると思うんですけど、もともとは中国の料理ですね。で、また辛い食べ物ですね。一つ目がキムチで、二つ目は麻婆豆腐。そもそもそんなに辛い料理が得意というわけじゃないんですけど、時々ね、辛い食べ物を無性に食べたくなる、ものすごく食べたくなる時があるんです。なので最近は多分2週間に1回ぐらい
麻婆豆腐を家で作って食べてると思います。結構ハマってます。で、日本では市販の麻婆豆腐の素を使って、麻婆豆腐を作るのが一般的なんですよ。なのでレトルトみたいなもともとできたソースを使ってそれで麻婆豆腐を作るっていうのが割と一般的な作り方なんですけど、僕はあえてそれは使わないで作ります。なので豆板醤とか味噌とか、醤油とかホアジャオっていうスパイスがあるんですけど、ホアジャオとかを使って一から僕は作ります。で、具材も僕は結構シンプルで、お肉は入れないで、豆腐とネギ、もうそれだけしか入れないです。なので本当にこの豆腐を最大限に楽しめる料理なんじゃないかなと思います。で、僕は豆腐を使うときも、麻婆豆腐を作るときは、ちょっと柔らかい豆腐を使うのが好きです。柔らかい豆腐を使った方が僕は食感が好きなので、大抵柔らかい豆腐を使って作るんですけど、もちろんね、他の木綿豆腐とかを使っても美味しいと思います。で、僕普段料理するんですけど、別にそんなに料理が上手っていうわけじゃないです。でもそんな僕でも作れるので、皆さんもね、ちょっと興味があったら麻婆豆腐市販の素を使わないで一から作ってみてください。美味しいし簡単だし、僕は結構おすすめの料理です。で、3つ目ですね。次の料理はグリーンカレーです。もう今日ちょっと紹介した料理は辛い料理ばっかりですね。でもグリーンカレーってカレーなんですけど、別にそんなに辛い料理ではないんです。グリーンカレーを作るときに結構たくさんココナッツミルクを使うんですよ。なのでカレーなんだけどそんなに辛くない料理だと思います。むしろ辛いというよりちょっと甘いの方が強いと思います。で、僕はグリーンカレーを作るときは野菜をたっぷり入れるのが好きです。もうたくさん野菜を入れます。で、例えばナスとかピーマンとかキノコとか、そういう野菜をたくさん入れて作るグリーンカレーが大好きです。で、グリーンカレーを作るときに僕が一番大事だと思うのはやっぱりパクチーを入れることですね。パクチーって結構好き嫌いが分かれる食べ物だと思うんですよ。ちょっと匂いが独特ですよね。でもその独特な匂いが僕は大好きなんです。なので本当にパクチーが大好きなので、時々パスタを作る時とかもパセリの代わりにパクチーをたくさん使ったりもします。結構美味しいのでちょっと皆さんにもやってほしいんですけど、グリーンカレーは本当にそのグリーンカレーのペーストとココナッツミルクと、あとはもう自分が好きな具材さえあれば簡単に作れる、お手軽料理なんで、ぜひね、グリーンカレー作ったことない人は一度家でグリーンカレー作ってみてください。で、もちろん普通のカレーも僕は大好きです。結構カレーってもともとインド料理として知られてると思うんですけど、日本は日本で日本バージョンのカレーがありますよね。なので日本人は割とグリーンカレーもそうだし、インドカレーもそうだし、カレーが結構人気な料理だと思って、でその中でも割とグリーンカレーはまだあまり知られてない料理だと思います。だけど僕は最近インターネットで見つけて試しに作ってみたらすごい簡単だし美味しかったので、これからどんどん作っていきたいなと思います。はい、ということで今日は僕が
最近ハマってる料理について話してみました。皆さんは最近ハマってる料理がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるんで、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。